ございます。お疲れ様です。よし。これまた時間オーバーしたくないので、早速始めていきましょう。これまた、ベーシックインフォメーションに戻るんですけど、レクチャーをやってるときはチャットをオープンしてください。チャットに、インフォメーションを打ち込んでいきます。チャットオープンでお願いします。で、ビューはスピーカービューでお願いします。スピーカービューでチャットをオープンでインフォメーションがそこに流れます。チャットオープンでお願いします。で、ライアンも見てるので、カメラオンでお願いします。カメラオンでできる人は。諸事情のある方はオフでも大丈夫ですが、なるだけオンでお願いします。で、カメラオンで、ありがとうございます。ちなみに皆さん、僕しっかり見えてるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。で、チャットオンにしてくれたら、で、1時間経った頃にトイレ休憩を入れます。で、忘れてたら、チャットで文句言ってください。トイレ休憩を1時間で入れるので、忘れないようにいきます。っていう形で、本日、初めましての人は、ちょっと最初にお知らせですけど、ウェブサイトで会員登録制がありまして、会員の皆様は、こういう定期的に行われるレクチャーを、毎回参加できるようになるので、無駄な手続きが必要なくなるので、会員登録の方も、もしよかったらお願いします。そっちの方が、毎回来てくれる場合は安いです。で、あと、今回、見る本の、レコードが常に見れる状態になるので、いつでもアクセスできます。ただ、今回に関してはちょっと機密情報を流してくれるので、レコードできない部分が出てきますので、結構主要なメインの部分、ハイブランドと一緒にやった部分っていうのはレコードに流せないので、しっかり焼き付けておいてください。っていうのが、それはまあ契約上でレコードしちゃダメっていうことになってるので、そこはカットさせてもらいます。会員の皆様もそこは見れないので、申し訳ないですが、今の段階で目に焼き付けておいてくださいという感じです。で、何か質問あったらチャットの方に、打ち込んでください。チャットに打ち込むとなるだけ見るようにするので、レクチャー中になんかわからないよとかあったらお願いします。で、ちょっと早速なんですけど、次回のもうアナウンスメントします。で、多分、第4回目来てくれた時にガガのスタイリストさん呼びますよって言ったんですけど、ちょっと忙しくてその日砂漠にいるらしいんですよ。砂漠でインターネットがないということで、ちょっと日付を変えなきゃいけなくなって、次は、ごめんなさい、すごい変化球なんですけど、16日16日の日曜日になります。次回は。で、次はちょっと変化球で日曜日に開催するんですけど、16日の日曜日に、第4回目来てくれた人は見たと思うんですけど、僕が昔アシスタントしてたミオドラグ・グベリニックのコスチュームデザイナーに来てもらいます。ので、まあ、彼との話じゃないですけど、マドンナの衣装を作った話とか、ケイティ・ペリーとか、まあ、そういうものも作ってるし、ブロードウェイの作品とか作ってるコスチュームデザイナーのミオドラグ・グベリニックに16日に来てもらいます。で、16日もそうなんですけど、レコードで流せない、情報がすごいいっぱいあるので、なるだけ当日に来てもらう方が、情報がいっぱいになるとは思います。で、16日は彼に来てもらうので、まあ、皆さん、ファッションデザイナーの話聞いたりとか、これからライアンの話聞くんですけど、コンサルだったりとか、まあ、ストラテジーですね。戦略立てたりとか、まあ、これから習っていくことは、まあ、デザイナーがいて、デザイナーのビジョンをどういう風にして、建物にしたりとか、グラフィックにしたりとか、ポスターにしたりとか、どういう風にして、打ち出していくか。だから皆さんがデザイナーになった後って、デザイナー一人の力でどうにもできないことってあるじゃないですか。例えば、ストアをオープンしますとか、ウェブサイトを開きますとか、そういうのを打ち出すっていう時に、このライアンみたいな人たちが、スペシャリストがいて、オーガナイズしてくれます。で、その16日のミオンに関しては、タイトルがコスチュームデザイナーなんですよ。で、皆さん多分、ファッションデザイナーとコスチュームデザイナーの違いがあんまり分かってないと思うんですよ。で、そこが明確に見えてくると思います。どういうものがコスチュームで、どういうものがファッションデザイナーで、僕がやってるのは、ファッションデザイナーの時もあれば、コスチュームデザイナーの時もあるんですよ。っていう、その定義がなんとなく見えてくるんじゃないかなってことで、まあ、今日のライアンもちょっと違う職種なんですけど、16日見てもらうと、作り手としてどういう差があるのかっていうところが明確になると思うので、面白い回になるんじゃないかなと思います。で、スケジュール的に16日しか無理だったんで、ちょっと変化球でやるんですけど、16日で今月の、レクチャーが最後になるので、皆様、16日ぜひ来てくださいということで、チャットオープンでお願いします。もう早速、ライアンに登場してもらいますので、スピーカービューでお願いします。OK ですか？はい、ライアン。
Da-da-da. Hi, Sho. Hi, thank you. How are you? Good. I'm just like introduce just like basic information about what we're gonna talk about, and I just Great. like barely introduce you as like the creator, consulting, like those branding, strategist, writer, da, 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 da. But I want you to introduce yourself again. Sure. Uh-huh. Yeah, I'm happy to do that. Okay. So I'm Ryan Weafer. I am a creative director in New York City. I'm also my practice includes strategy for creative brands, and I'm also a writer. And I'm also a teacher. So that's how I know Sho, because I'm a adjunct professor in the Parsons School of Design and the Fashion Design and Society MFA program. Okay, cool. But the majority of my work is in the creative direction space. Okay. ライアンは、クリエイティブダイレクターでニューヨークベースのアーティストでございます。で、そのインビテーションにも書いたんですけど、ストラテジストって何だろうって、その戦略家ですね。で、クリエイティブな部分での戦略家だったりとか、彼はライターでもあるので、書き物をします。で、彼は言いましたけど、そのパーソンズの MFA のファッションデザインの学科の、非常任講師っていうのかな。先生をしてるんですよ。で、それで僕と出会った。僕が生徒で彼が先生だったっていうのが出だしです。Amazing. Then I think like we can maybe like let's go ahead and get started. Yeah, let's start. じゃあ皆様始まりますので、あとライアンのところは映像があるのでスライドショーで皆様音楽とかも見るのでイヤホンの調子を整えてください。見れてますか？なんか問題あったらチャットにお願いします。Okay, great. All good? Good. Yeah, great. Great. Well, thank you for having me, Sho. I'm really super thrilled to be here. Thankful to be here. Really thank everyone for taking their time to listen to me speak today. Oh, hopefully it'll be full of interesting things to think about. And the overall kind of theme of the talk today, I've basically looked at my own career and I've thought about kind of what the fundamental motivation has been for me, like basically since I was a student. Okay, great. ライアンがさっき言った今回のレクチャー読んでくれてありがとう。皆様も来てくれてありがとうっていう感謝の言葉を述べておりまして、今回の僕のレクチャーで皆さんがいろんな刺激をもらってくれたら嬉しいなっていうことを述べてまして、今回のその、スライドショーに関しては、彼自身の、自分のキャリアですね。キャリアを、紹介していくのと同時に、皆さんと寄り添った形で学生の時代の話からどういうふうになんか自分のそのモチベーションだったりとかクリエイティビティみたいなものが、こう派生しててるのかっていう、なんか彼の人生のこう奇跡をたどっていくっていう感じですね。Amazing. So I guess I was sort of blessed and cursed from a very young age to really have a clear vision of what I wanted to do and what I wanted to be. Wow. And I was really interested in this idea of being plural or being more than one thing. I, grew up in San Diego, California. And San Diego is the kind of place where you can easily live forever and just stay there and never do anything. And I very much wanted to be more than that. Wow. そう、彼は、カリフォルニアのサンディエゴ出身なんですけど、なんかちっちゃい時からなりたいものがすごいはっきりしてて、自分がどういうふうなことしたいか、何になりたいかっていうのが見えてて、彼の、その自分の中のモットーですよねっていうのが、なんか一つだけじゃない。もっといろんなもの、ここの、タイトルであるのは、そのなんか、多数のものに対する興味だったりとか、そういうものが常にあったっていう幼少期ですね。Great. So this talk is really about how this idea of pluralization and my motivation to really kind of diversify my own identity took me from being a student in California to where I am now, where I'm a creative director in New York, but I've also worked in cities and lived in cities around the world, from Los Angeles, Jakarta, Amsterdam, Paris, Milan, Hong Kong, London. Now I'm working with clients in Delhi and India. And I've worked for so many brands, from Prada, Saint Laurent, Tiffany, Cartier, Nike. I did some work for Kanye, Louis Vuitton, and then of course the academic institutions that I've been a part of, I've also worked with. So Yale, UCLA, Parsons.
I see. で、彼は、そのなんかクリエイティブダイレクターニューヨークベースなんですけど、まあ彼のポイントとしては世界中本当にいろんなところと仕事してるんですよ。で、LA で始まって、もちろんジャカルタ行ったり、アムステルダム、パリ行ったり、ミラン行ったり、香港行ったり、ロンドン行ったり、もう本当に今はそのインドのクライアントと仕事してて、もうブランドもありとあらゆるところですね。今ここ見てるような、プラダ、サンローラン、ティファニーがあったりとか、カルティアあったり、ナイキ、リーバイス、カニエ・ウエストとか、ビトンがあったりとか、で、さらに彼は教授としても、いろんなところでやってるんですけど、まずイェールの大学出身なんですけど、まあ、イェールっていう、まあ、その、名門学校出て、その後はパーソナル MFA を教えてるっていう。で、皆さんちょっとなんか疑問に思うときは何を教えてんのこの人はって思うと思うんですけど、パーソナル MFA では彼は、僕らの最終のファッションのポートフォリオですね。学生の。だからポートフォリオを教えてくれるポートフォリオのスペシャリスト。だから作品をどういうふうに見せるかっていうところを教えてくれてる人です。Amazing. That's just amazing. Oh my god. Thanks, Sho. Thank you. Wait, I was just gonna like make sure, like, is it like okay to record or it's like secret one? I think it's okay to record, but I think I mean for you it's okay to record, but we'll need to take a look at it afterwards. Okay, okay. これはもしかしたら会員様も見返せないやつかもしれないので、今回だけかも。で、っていうなんかハイブランドのがバーって出てきたんですけど、そういう時ってすごい厳しい契約結ばされるんですよ。なんで、そういうものが今回のレコードでは載せれなくなるって感じです。Did you make the short film yourself? Like you edit it? I worked with a collaborator on that. I have a good friend and who's a motion designer, and I hired him actually. It was his first job in America. He's from Lithuania. And he is just an incredibly talented motion designer and designer in general. And he actually was my main collaborator on most of the Prada motion work. So I asked him as a favor if he would cut together a reel for me. So I provided the images and the music. And we did a few rounds of revisions, but yeah, he edited that for me, which was very generous. Wow, amazing. So, このビデオは、そのプラダのプロジェクトの時とかに一緒によくコラボレーションしてるモーションデザイナーの人に作ってもらったもので、まあ、これはよくあることです。なんか一緒にプロジェクトした人がどんどんこう、一緒になって違う、コラボレーションをして作っていくって感じで、その彼が、このライアンのその、コンサルティングのブランディングのために作ってくれた映像ですね。Amazing. Okay, let's talk about the map. How we get to that. Yeah. So how do you get to that, right? Yes. So, again, so I started my journey or my career in California. Okay. And California is beautiful, beach culture. This is essentially an image that kind of encapsulates my childhood and my growing up. It's just one of the most beautiful places, and the weather is perfect year round, and it really is like a wonderful, beautiful place. Wow. これ今、彼がどういうふうにして、あそこのムービーのところまで行ったのかっていう、彼の人生のその歩みを学んでいくんですけど、彼は、彼の出身地のカリフォルニアで、彼の幼少期を、過ごした場所なんですけど、まあ、彼自身も言ってるもう本当に綺麗な場所で、彼の思い出のビーチですね。Amazing. Here I am at home. And this is the trouble with it being so beautiful there and so easy to live is that there's really not a lot of culture. So there's not an interest in fashion. There's not a big interest in arts. People there just generally are working in kind of biotech and are in the military. And it's a very suburban kind of low kind of relaxed place. So when you have a lot of ambition and you feel like you have a lot of kind of interests in the world and you want to explore your ambition, you really have to leave. And I considered leaving my first kind of act of pluralization. So becoming more than just a Southern California boy I wanted to be. I see. 彼はそのカリフォルニアですごい田舎で綺麗なところにいたんだけど、まあそこはなんかまあ住むのも簡単だし、いい場所なんだけど、そのなんか文化がなかったりアートがなかったりっていうところで、まあ彼自体はまあたくさんの人はそこにいる人たちはなんかバイオテックやったりミリタリーサービスしたりとかそういう仕事がメインだけど、まあ彼は野望があってどういうふうに自分がなりたいか。だからそういう野望を持ってる限りはもうこのただのなんかカリフォルニアボーイじゃなくて次の場所に行かなきゃいけないってことで出ていきます。Amazing.
So yeah, again, this was. So これは彼の家での自撮りですね。This was a little bit later than obviously I was growing up in the early 2000s in San Diego, but this picture is a little bit later on. Okay. So what I did was I got accepted at UCLA, University of California, Los Angeles, and I was studying design there. And at UCLA, I met a colleague and a good friend. Her name is Roxanne Zargam. She's now a creative director for Nike and has had a pretty big career in photo art direction. Roxanne Zargam. Okay. Mm-hmm. And Roxanne and I were very, very close, and we worked together on a lot of projects. She was my first really good collaborator, where we really felt like we understood each other. Was she DLBL classmate? You guys took class together? Yes. Wow. We started in the program together, wow. And we stayed friends till now. We still wow. communicate. That's lovely. UCLA の大学に行ったんですけど、彼はここで Did you study graphic, right? At the graphic design, but it was multimedia. So it was design, animation, web. So it was multidisciplinary. Multidisciplinary. I couldn't say this one. Multidisciplinary majors. Okay. 彼はその UCLA 時代に、グラフィックデザインでいたんですけど、ここの学科っていうのは、いろんなタイプのメディアを使うもので、勉強してて、その当時の、クラスメートですね、一緒に、授業を始めた、ロキサン・ザーガン。Yes. Right? っていう、クラスメートがいて、その彼女は今、ナイキの、クリエイティブダイレクターをしてる人。で、その人とクラスメートでたくさんのプロジェクトを一緒にやってきたっていう学生時代ですね。Great. And Roxanne was a really big influence on me. She was someone who was born in Paris. Her parents were French and Persian, so she was half Iranian, and she could speak Farsi. So there was really a lot of multiculturalism within her own identity, which was something that, as this kind of kid from San Diego, I really was sort of attracted by and inspired by. And so the two of us together, we really played off of each other and had so many conversations, and we're so excited about the careers that we could have in design. We really felt like the design world and the space of the creative industry was a place where we could realize ourselves and have these really exciting careers. And so we would have these endless conversations on, DM, and, we put together, essentially our thesis book was a collaborative book between the two of us. And we included our conversations. We put in selfies that were very from that era, kind of MySpace-like selfies. I see. At the very beginning of social media. So, 彼女は、そのロキさんが、その彼にとってのすっごい大きいインフルエンサーだったんですけど、学生時代は。彼女自体は、フランスのパリで生まれたんだけど、ハーフで違う言葉も喋るし、とりあえずカリフォルニアから出たばっかりのライアンにとっては、とても魅力的、いろんなカルチャーとかいろんな文化を持ってる、いろんな感性を持ってる人で、その人と一緒になって、学生時代を過ごすことによって、自分の中のマインドセットがオープンになっていったっていう感じで、今見せてくれてるのは、彼らっていうか彼が作った、その卒業制作の、ブックですね。で、さっき写真がパッて出てきたけど、ライアンとその喋ってるロキさんの二人の写真がバーって並んでるっていう作品ですね。Great. So we shared so many interests and so many inspirations. We made this book very much about the things that we loved and then our work. So it was this big monogram of our minds where we essentially tried to capture that moment and all that excitement we had. We made diagrams. And then in the end, we had this very, very large kind of brick of a book that was like a time capsule for that period of our lives. Wow. で、これは彼らのその先に図あったのはどういうものが2人の共通する好きなものかとかいろんなリサーチしたりとかそういうふうに一緒に作品を作ってて最終的にはこの今見てる本を一冊作ったっていう感じですね。Awesome. So after UCLA, Roxanne went directly to Yale and started her graduate program. Okay. I decided I wanted to work first before going to grad school. Okay. But I wanted to get away from Los Angeles. I wanted to go as far away as possible, basically, and get as dramatically different experience
and really become like experience something as far from San Diego as possible. So I took this job which sent me to Indonesia, and I lived in Jakarta for a part of a year, art directing a shopping mall. とりあえずじゃあその大学時代終わって、ロキさんは EL の大学に、大学院に進学しました。そのベストフレンドは。で、彼も後々 EL の大学に行くんですけど、その前に彼は仕事をしたいと、経験を踏みたいということで、なんか次じゃあ、自分の住んでるアメリカからなるだけ遠くに行きたいっていうことで、その新しいインスピレーションとかを探しに、っていうことで、その時ゲットした仕事がそのジャカルタですね。インドネシアに行くジャカルタで、デパートメントストアをデザインするっていう仕事に就きます。Great. One of the things that I did during this period a lot was I felt like my work wasn't satisfying my need to create things that were my own. I wanted to make things where I could express the visual ideas, the concepts that were mine, that I was interested in. And I started this practice of designing zines or little art books. And so the work that I did while I was in Indonesia was not interesting at all. It was just very, very like not fun. Okay. So like about the zine, is it like for the department or you just did it yourself? No, this was self-initiated work for myself. And so the purpose of these zines was really not to have a product at the end, but it was me using design and the process of graphic design to work through what I was experiencing. So it was almost a bit like therapy, or like trying to kind of understand and reconcile what was happening to me in that period of my life by making. I see. So okay. Let me learning from I was learning through making basically. Okay. So 彼が、ジャカルタでやった仕事っていうのは、まあこれ皆さんよく経験すると思うんですけど、仕事となったらやっぱ面白くないみたいな、こんなことやりに来たんじゃねえみたいな感じになったわけですよ。せっかくまあジャカルタに来てデザインの仕事やってるんだけど、自分の考えてたそのコンセプチャルで楽しい仕事ではなかったっていう、まあ経験。で、その彼が今、そのジンですよね。さっき見た、マガジンのようなタイプのアートブックを作ったんですけど、まあこれは第1回目のサラの時も言ったんですけど、サラもジンを作るんですけど、まあ彼もジンを自分のために作ったんですよ。それは会社とか仕事のためじゃなくて自分自身のために作って、その時のコンセプトが、そのジャカルタで自分が何をしてきたかっていうものをデザインしていく。それをデザインして自分の過去経験みたいなものをデザインしてジンにすることによって、まあ彼にとってはそのデザインスキルを使って、その今の自分の人生、歩んできたものっていうのを記録していく。それを自分の作品にしていくっていうものを作ったってことですね。Amazing. Loved it. So this is a picture that was very typical. This is a very good representation of my time in Indonesia. この写真はインドネシアでいた時の自分の経験をすごい象徴する写真みたいです。Why? You know, I was 23 when I moved there, and so I was very young, and you know, I flew there alone, and I felt like I was in a whole nother dimension, basically. So all during that time, I was continuing to design this zine, and I was using the photos from my travels and my kind of journaling, and I was using this Islamic motif of the 5-pointed star, which was coming from the architecture in the city, and it was just an ongoing project. I think there must have been probably like 14 different versions of this zine. I just kept redesigning it. It was very much a self-initiated project. なんかそのジャカルタに行った時は当時まだ23歳で若かったっていうのもあって、まあ彼が見てきたものとか感じたものっていうのをこういうふうにジンデザインに落とし込んだんだけど、まあこの星みたいなのあるじゃないですか、六角形みたいなやつはその当時いたところの建築物のよく見てたマークとかそういう自分が見てきたもの、自分が旅行行って撮った写真とかっていうものをこういうふうに記録してデザインしていく。で、彼は言ったんですけど、そのデザインして発することによって彼自身の心のセラピーでもあるっていうんですけど、僕これ結構講義中に言ってると思うんですけど、デザインしたりアートを作ることって自分の心身ともにこうなんか治療していくみたいな効果もあるんですよ。で、彼が自身でやってるのはその葛藤するものだったりとか納得いかないものをデザインの力によって吐き出すっていうセラピーをやってるっていう彼も言ってました。Amazing. So just to note, all of the images, the theme of the scene, besides just my experience there, was all of these images were pretty much taken through windows. So my experience in Jakarta was one of isolation, where I was very alone and I was seeing the world through taxi windows, hotel windows,
airplane windows, etc. It was a very kind of, I was very separate. I see. なんか彼のその撮ってる写真で伝えたかったことは、そのなんか窓を通すガラス越しの写真が多いんですけど、っていうのが何を